通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、大人気漫画ダンダダンからの話題になります。今回ですね、この英語アニメ版の吹き替えで大変な騒動が起きているようなんですね。これを担当している声優陣がもうね、バッキバキにお目覚めになっているということで、もうその主張がやばすぎました。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。今回ですね、こちらね、見えておりますが、大人気漫画ダンダダンですね。この英語版の吹き替えを担当している声優陣がいるんですが、彼らの言動が、大変日本で問題視されているわけです。で、これに関してはまだ海外で記事化されているということがないんですね。そのぐらい複雑で根の深い問題になっています。で、今回ですね、これ登場人物が3人登場します。で、ちょっと情報いろいろ集めてみたんですが、とても動画1本にまとめられる内容じゃないんですね。ですので、これね、2本に分けさせていただいて、今回の動画では2人について、そして残りの1人については後半の1本でまとめたいと思います。そして、この後半に関してはですね、この後、もうお昼からすぐに公開します。ちゃんと編集が終わっていればね。ですので、ぜひ本日お昼休みにそちらご覧になってください。で、今回の話の中心にいるのが、こちらの人物なんですね。ダンダダン、英語、ダブ、インタビュー。ということで早速ですが、こちらですね。ダブとあります。こちらが本日のキーワードになります。ダブ。ということでこちらね、いろいろな意味があるんですが、今回はこちらですね。映画やテレビ番組の音声やセリフを特に別の言語に変更すること。ということで、こちらのね、ダブというのは吹き替えという意味になるんですね。これ字幕の場合はサブタイトルのサブと略されることもあるんですが、このダブというのは吹き替えの意味になります。で、このダブなんですが、ちょっとね、これ日本だと違う使われ方をしておりまして、これがね、現在進行形になりますと、ダビングと言いまして、日本語でね、ダビングと言われるワードになるんですね。で、これは日本だと、コピーの意味でね、使われたりするんですが、英語ではこれ先ほども見た通り、吹き替えの意味になります。で、日本語でね、吹き替えというと、日本語を英語に、英語を日本語にっていうイメージありませんか？で、単純に、後からね、その言語というのを当てる場合は、アフレコと言ったりしますよね。これアフターレコーディングの略なんですが、このね、アフターレコーディングというのも、英語では基本的には使わないんじゃないかなと思います。これ和製英語になるんですかね。日本語で言うアフレコのこともこちらダブと言うんですね。これね、全部含んでいます。ということでこちらはこのようになります。ダンダダン英語吹き替えインタビュー。ダンダダンは少年ジャンププラスの同名漫画をアニメ化した超常現象アクションロマンスです。主人公のオカルンは AJ ベックスが声を担当しています。で、一応ね、このダンダダン知らないよという方もいらっしゃるかもしれませんので、ざっとね、概要を見ていきますが、ダンダダンは達幸信による日本の漫画作品。幽霊の存在を信じる女子高生と UFO の存在を信じるオタクの少年が怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル漫画。少年ジャンププラスに2021年4月6日より連載中。最新話の更新ごとに100万閲覧を突破するなど、スパイファミリー、怪獣8号に続く同サービスの看板漫画になっている。そしてね、こちらが主人公になりまして、ここね、綾瀬桃と、その下、高倉健というのがおりまして、この高倉健の声、日本のアニメでは、花江夏樹さんが担当しています。そして、先ほどの記事に戻りますが、英語版のこの高倉健の声を担当しているのがこちら、AJ ベックスという人物で、今回の騒動の中心人物となっています。つまり日本でいうところの花江夏樹さんに相当する人物だということです。皆さんここが大切ですよ。日米でどれだけこのスタンスが違うかという話です。そしてですね、今回の騒動の発端となっているのがこちらの人物でして、これが2人目の登場人物です。今回この2人について見ていきますんでね。このリンという人物なんですね。なんかね、ここ見たことあるお魚さんがおりまして、非常に一言とは思えないものがあるんですが、で、この方ね、何をやっているかと言いますと、ここにもあるんですが、ここプロフィールにもあります。アーティストとありますね。出ました。ね、自称アーティストですよ。いつものあれですね。絵を描いているようで、これをね、自身のアカウントで販売しているんですね。そして大変ね、問題視されているのがこちらでして、自身のオリジナルの絵ならまだいいんですが、このように日本の作品の肌を黒く塗りまして、これをね、ここにあります。ブラックエディションとして、ここ15ドルで値段ついていますが、これを販売しているんですね。これはダメでしょ。で、これがね、かなり問題視されていると。そして大騒動になったのがこちらの絵となっておりまして、ここにね、結局やっちゃいましたというように書いてありますが、これ、ダンダダンの登場人物を黒人化しまして、このようにね、X に投稿しているんですね。で、このアカウントというのはひたすらね、こういうことを繰り返しているようで、日本のキャラクターを黒人化しているというわけなんですね。でね、このイラスト、これを全部描いているんだったらまだいいんですが、違うんですね。これ、
こちらがね、元の絵なんです。これをこのように改変しているというだけなんですね。これ自分で描いてるオリジナルの絵ですらないんですよ。でもね、100歩譲って、これがね、個人の趣味の範疇であれば誰も文句を言わなかったはずなんです。しかし皆さん、こちらね、記憶に新しいんじゃないでしょうか。ポプテピピック作者、ファンアートに黒人差別批判を受け謝罪。正確ではありませんでした。ファンは同情。漫画、ポプテピピックの作者として知られる漫画家の大川ブクブさんが2024年10月11日に X で投稿したファンアートに黒人差別との指摘が寄せられているとして謝罪した。ということでそれがね、こちらになるんですが、このイラストですね。このファンアートの内容に関してです。原作のイーラより肌が明るく描かれているため黒人差別だという反応をもらいました。私もイーラがもし人間ならば黒人だろうと考えています。私の着色が下手なために正確ではありませんでした。ごめんなさい。ということでこちらのね、イラストの肌の色が少し薄いというだけで大変な非難を浴びまして、これファンアートですからね、謝罪に追い込まれているんですね。じゃあもうダメでしょ。これがなければワンチャンありだった可能性はあります。でももうダメでしょ。これはですね、以前もお伝えしましたが、このね、肌の色をめぐる問題というのは一方通行なんですね。黒は白にしちゃいけないけど白を黒にするのは OK。こういった論理なわけですよ。これが現状のブラックウォッシングと言われる問題です。以前はですね、これホワイトウォッシングといって、主にハリウッドでね、非常に叩かれていました。現在はこれがブラックウォッシングとなっておりまして、差別されていた側が差別する側に回ったというだけなんですね。ここが特に日本人には全く飲み込めない部分になっているんじゃないかなと思います。でね、こちらの人物に関してはこういったイラストをね、販売してしまっているというのであれば、これはこれでね、かなりまずいんじゃないかなと思いますよ。嘘だろ。こいつ日本のアニメキャラをそのまんまトレースして黒人化した絵を売っているのか。倫理観バグりすぎだろ。これを15ドルで売っているのか。信じられない。16歳にもなって自ら進んで法的トラブルに巻き込まれる危険を冒してまで窃盗を働き黒人化のために15ドルを払えというのかというような形でですね、批判がね殺到しているというような状態になってるんですね。でまずね、これが大きな問題ですよ。でここで終わっておけばこの騒動というのはこのアカウントだけの問題で終わったんです。なんですがですよ、ここに乗ってきたのがダンダダンの英語版の声優、しかも主人公ですよ、この AJ だったんですね。こちらね、シンさんがスクショ撮ってくれてまして、はい、こちら見てください。先ほどの AJ さんですよ。この人物が見てください。これ新しいプロフィール画像ということで、先ほどのですね、問題だらけのリンさん、この人のこの絵を X のプロフィール画像にして感謝までしてるんですよ。やばいでしょ。皆さんこれ逆パターンで花江さんが同じことやったらどうなるかわかりますか？これを実際にこのダンダダンの英語版の声優がやっているということです。これに関してはこのチャンネルでね、これまでも散々扱ってきましたが、欧米のアニメ業界、これは制作陣も声優陣も含めてもう本当にね、目覚めすぎなぐらいお目覚めになってるんですよ。よかったらね、過去の動画参照してくださいね。これなんですよ。こんなのが当たり前にできてしまって何も悪いと思っていないんですね。その後ですね、こちらもスクショになるんですが、ここね、私はツイッターを無効にしたのでレイシストたちは何もやり取りができません。心配しないで、私は大丈夫だよということでですね、これを非難する人物たちをレイシストと呼びまして、最終的にはですね、こちらアカウントね、削除して逃亡しました。でこうなるとですね、当然こちらにありますが、過去の発言やポストというのが掘り返されていくことになるんですね。高倉健英語版の声優は芸術のブラックウォッシングを支持しています。また白人の声優が有色人種の声を演じることは不可能だと考えていますが、その逆はありえません。イギリスの声優が再び人種差別と偽善を暴露、声優業界を一掃する必要があることを改めて証明しました。ということでね、その投稿がこちらになるんですが、ファンタジー作品で原作では肌の色が明るいキャラクターに黒人俳優がキャスティングされると必ず誰かが何かを言う。本当に疲れる。キャラクターに影響はないんだから大丈夫だ。じゃあ逆の場合はどうなのというと、これが AJ の持論です。白人はほとんどの場合有色人種の役を演じるべきではない。これは肌の色の問題ではなく文化の問題だ。黒人として言わせてもらうと、例えば日曜日の床屋の雰囲気や熱い櫛が髪を通る時の匂いを知っている。肌の色じゃなくてこれは文化の問題なんだ。このように主張しているんですね。なんですがですよ、皆さんこれを聞いた時に、このチャンネルもう初期の頃からご覧になってる方、もしかしたらピンときたかもしれません。これね、このチャンネルで以前扱っているんですね。福田もね、これ見た時すぐにねピンときました。これね、デンゼル・ワシントンの言葉なんですね。これ以前紹介したの皆さん覚えてますかね。もうまさにね、このタイトルに書いてあるんですよ。デンゼル・ワシントン、それは肌の問題ではなくって文化の問題なんだと。つまりこの
AJ というのはここで、なんで肌の色の問題が一方通行で問題がないのかというのを語っているんですが、これはね、自分の信念でも何でもないんです。ただのデンゼル・ワシントンの言葉のパクリだったというわけです。I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference.Not just a color difference. これをですね、パクって改変されたイラストをアイコンにしている声優が言っているというのが、なんとも恥ずかしいと言いますか、情けないと言いますか、もうね、彼らの理論というのは本当にレベルが低いというのがここでわかるんじゃないかなと思います。やってることもね、もうね、どうしようもないんですよ。そしてね、ここまで醜態を晒しましたから、このようにね、アカウントごと消して、この AJ は逃亡するわけですが、なんとですね、この問題、さらに輪をかけた強キャラというのが存在しました。このイラストを自身の X アカウントのプロフィール画像に設定しているんです。そしてまだこれね、消してもいなければアカウント削除もしていません。もう正々堂々とここに表示して、悪びれることもなく現在も活動を続けていると。恐ろしいでしょ。この顔、覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。こちらですよ。はい。ブリーチのね、夜市騒動ですよ。この時に一体ね、何が起きたかと言いますと、つまりね、この二人というのは、一応ね、声優という立て付けにはなっていますが、実情はね、こういった活動家という側面も備えているわけですよ。ですから皆さんがこの二人から何とも言えない気持ち悪さというのを感じていたのであれば、実は裏側にこういった側面があるというのを感じ取っていたのかもしれません。All we want is the opportunity to perform and get the same opportunities that our less melanated peers get. And I think we are getting there.